前回の動画で1978年から1980年のテクノポップ洋楽編として9枚のアルバムを紹介しました。今回はその続きで1981年から1983年のイギリスのニューウェーブを中心にした11枚です。前にも言いましたが、テクノポップというのは和製英語のようなもので、海外ではシンセポップまたはエレクトロポップと呼ばれているジャンルです。そんな中から定番の名盤や個人的おすすめ盤を紹介していきます。1枚目は The Human League There 1981年のサードアルバムになります。ヒューマンリーグは1977年にイギリス・シェフィールドで結成、1979年にデビュー、1980年セカンドアルバムリリース後に中心メンバーだったイアン・クレイグ・マーシュとマーティン・ウェアが脱退。彼らはヘブン17というバンドを結成します。残されたボーカルのフィリップ・オーキーと映像担当のエイドリアン・ライトは新たにシンセサイザー奏者と素人の女性2人をコーラスとして加入させグループを継続させます。そして作られたのがこのサードアルバム There です。ファーストとセカンドアルバムは実験的な要素があってかなり尖っていてダークな印象を受けるものでしたが、このサードアルバムでは思い切りポップな方向に振った内容になっています。シングルになった愛の残り火は全英全米で1位を取った大ヒット曲で、シンセポップといえばこの曲が頭に思い浮かぶって方も多いんじゃないでしょうか。しかしまだまだ生楽器を使わないエレクトロポップは珍しかった時期でもあるし、ボーカルのフィリップ・オーキーの陰キャっぽさも相まってヒットした当時ポップシーンの中では異端な感じがあったんじゃないでしょうかね。個人的な好みとしてはファーストアルバムとかの方が好きなんですけど、シンセポップ、エレポップ、そして80年代初頭を象徴するような作品だと思うので、今回はこれを紹介しました。次はソフトセル、ノンストップエロティックキャバレー。ソフトセルはボーカルのマーク・アーモンドとシンセサイザーのデイブ・ボールにより、イギリス・イングランドのリーズで1978年に結成。これは1981年リリースのファーストアルバムでニューヨークで録音されています。彼ら以前のシンセポップは SF チックな人工的未来的イメージを打ち出すことが多かったのですが、マーク・アーモンドのボーカルは非常にエモーショナルで、感情が高ぶって音程が外れるような人間臭さを感じるものです。彼の歌からはドラッグや同性愛といったタブー視されていたテーマが見えてきて、文学性の高いものだと言われていますね。また彼らのルーツにはニューヨークパンクシーンの中にあって、シンセとボーカルの2人組でスキャンダルスなライブを行っていたスーサイドと、イギリス北部で発展したクラブカルチャーであるノーザンソウルがあるようです。このアルバムにも収録されている大ヒット曲汚れなき愛は1964年のグロリア・ジョーンズの曲のカバーでした。チープな感じのあるエレクトロポップと人間臭さ、アンダーグラウンド集を融合し、独自の世界観を作り上げています。続いて DAF ゴールト・ウント・リーベ放題愛と黄金。 DAF は1978年ドイツデュッセルドルフで結成。当初はベースギターも含むバンド編成でしたが、1981年にはパーカッションとエレクトロニクスのロベルト・ゲアル、ボーカルのガビ・デルガド・ロペスの2人組になっています。バージンレコードに移籍しての通算3枚目のアルバムが代表作として有名ですが、今回紹介するのは続く4枚目のゴルト・ウント・リーベです。2人組になっての DAF のサウンドはシンプルなシンセのシーケンスとロベルト・ゲアルの叩く力強いドラムス、ガビ・デルガドのどこか恐怖感を煽るかのようなボーカル、これらが合わさることでエレクトロニクスを多用しながら非常に肉体的で暴力的とも言えるサウンドになっていて、後のエレクトロニックボディミュージックに直接つながっていきます。サードアルバムが完全に無駄を削ぎ落としたサウンドになっていたのに対して、このアルバムは比較的ポップに感じられ、シンセポップとして聴くならこちらの方が聴きやすくおすすめです。次は The Associates サルク。アソシエイツはイ
イギリス・スコットランドで1979年に結成されたバンドで、ボーカルのビリー・マッケンジー、ギター・キーボードのアラン・ランキンが中心人物。デビッド・ボーイやロキシー・ミュージックに影響を受けたポストパンク系のバンドでしたが、このスタジオアルバムとしてはセカンドにあたるサルクでは、エレクトロニクス、レコーディング技術を駆使し、凝りに凝ったシンセポップ作品になっています。マッケンジーとランキンの共通したルーツには、ロキシー・ミュージックなどのグラムロックやディスコミュージックのほか、映画のサウンドトラックがあったそうで、このアルバムでの映像的でドリーミーなサウンドはそういったところからの影響なのかなと思わせます。作り込まれたカラフルなサウンドは人工的で非現実感があって、そういった違和感がフックになってか、未だに新鮮な感じで聴けます。次はビル・ネルソン The Love That Whirls。 ビル・ネルソンはイギリス・イングランド出身のギタリストでボーカリスト。1971年にソロデビューした後、1974年にビーバップデラックスというグラムロック系のバンドを結成しメジャーデビュー。バンドの末期にはシンセサイザーを多用したサウンドに変化しますが、1978年に解散。1979年、ビル・ネルソンズ・レッド・ノイズというプロジェクトでアルバムをリリースした後、ソロ活動に移ります。これは通算5枚目にあたるソロアルバム。硬質でいてアッパーな印象のエレクトロポップになっていて、高い美意識で緻密に構築された完成度の高いサウンドだと思います。ちょうど同時期に高橋幸宏さんのソロアルバム What Me Worry に参加し、その後浮気な僕らにも参加した流れもあり、このアルバムからも YMO を意識したかのようなオリエンタルな部分も見え隠れして、 YMO ファンはにやりとするところがあるんじゃないでしょうか。まあそれを抜きにしても、テクノポップという文脈の中でこのアルバムと自作にあたるキメラというミニアルバムはマストアイテムだと思います。ちなみにこのアナログ初回版はフランスの詩人ジャン・コクトーが監督した映画美女と野獣のサウンドトラックをビル・ネルソンが独自に勝手に作ったものとの2枚組になっています。彼はこの後インストのアルバムを連発していきますが、その前哨戦といった感じでしょうかね。次はニューミュージックワープ。ニューミュージックは後に音楽プロデューサーとして有名になるトニー・マンスフィールドにより1977年ロンドンで結成されたバンドです。1980年のファーストアルバムの時点ではシンセを多用してはいますが、ブリティッシュポップのバンドという印象が強かったです。しかしそのシンセのサウンドに高橋幸宏さんが注目し、81年のソロアルバムニューロマンティックにトニー・マンスフィールドをシンセ奏者として起用します。そのレコーディングの仕方に刺激を受け、ニューミュージックのセカンドアルバムではテクノポップ化が進みます。そして今回紹介するサードアルバムではエレクトロ化がさらに進み、ファンキーな要素も強くなっていきます。シモンズのシンセドラムやサンプリングされたスラップベースなどが特徴的なエレクトロファンクとブリティッシュポップ的なセンスは後のトニー・マンスフィールドプロデュース作品に受け継がれていきますが、このアルバム自体は全く売れず、ニューミュージックはこれを最後に解散してしまいます。次はヤズーアップステアーズ・アット・エリックス。ヤズーは元デペッシュモードのビンス・クラークと女性ボーカルのアリソン・モイエによって1981年にイギリスのエセックスで結成されました。これはファーストアルバムになります。チープな感じがありながらも抜群にポップなビンス・クラークの作るトラックと、そこに乗るアリソン・モイエの歌は非常にパワフルでソウルフル。水と油とも思えるこの組み合わせは当時他にない斬新なものでした。収録されているシングル Only You や Don't Go は本国イギリスで大ヒットを記録しました。今となっては打ち込みと本格的なボーカルという組み合わせは珍しくもありませんが、ここで聴けるシンセやリズムマシーンのチープ感プラスソウルフルな中にどこかパンク的な怒りをはらんでいるように聞こえるボーカルはこの時代のヤズーならではの特徴だと思います。次はデペッシュモードコンストラクションタイムアゲイン。
続いてビンス・クラークがヤズーの前に在籍していたデペッシュモードです。1977年頃からバンド活動をしていたビンス・クラーク、アンディ・フレッチャー、マーティン・ゴア、そこにデイブ・ガンが加わり、1980年にデペッシュモードを結成。1981年のファーストアルバムではほとんどの曲をビンス・クラークが作っていましたが、プロモーションやツアーなどの活動に不満を感じていた彼は脱退してしまいます。バンド存続の危機になりますが、マーティン・ゴアをメインのソングライターに据えることで活動を継続します。結果、とびきりポップだったファーストに比べ、セカンドアルバムでは限りのある曲調が増えています。そして新メンバー、アラン・ワイルダーを加えてのサードアルバムがこのコンストラクション・タイム・アゲインです。前作までが比較的軽めのエレクトロポップサウンドだったのに対し、インダストリアルミュージックからの影響でメタルパーカッションやサンプリングを導入し、ハードでダークな面が現れてきました。そんな中でシングルになったEverything Countsは、硬質でハードな面とメロディアスでポップな面が程よくミックスされた初期の代表曲と言っていいでしょう。世界的な成功を収めるスーパーグループとしての出発点がここにあるように思います。次はユーリズミックス、スイートドリームス。ユーリズミックスはザ・ツーリストというバンドで活動していたボーカルのアニー・レノックスとギターのデイブ・スチュワートにより1980年に結成されました。1981年リリースのファーストアルバムはドイツでコニー・プランクのプロデュースのもと録音が行われました。陰影のあるポストパンクの良作でしたが、商業的にはいまいちな成績でした。続くセカンドアルバムがこのスイートドリームスで、シーケンサーによる打ち込みとシンセサイザーを前面に出したエレクトロポップに完全に移行しました。アニー・レノックスはソウルフルさのある本格派のボーカリストで、そういう意味でユーリズミックスはヤズに近い方向性のユニットになったと言えます。違いとして感じられるのは、ユーリズミックスの方がより幅広い音楽性を持っていること、そして男装の霊人のようないでたちのアニー・レノックスは繊細さも兼ね備えたボーカリストで、意外とフェミニンな魅力も感じられます。この音楽的表現力の広さっていうのは2人のキャリアのなせる技だったのかもしれません。パンクに触発されてバンドを始めたような若者とは違った大人っぽい魅力にあふれたユニットです。次は Tears for Fears The Hurting。イギリス・イングランドのバースで結成されたグラディエートというスカのバンドで活動していたローランド・オーザバルとカート・スミスがバンドを脱退後、1981年に結成したのが Tears for Fears です。彼らは当初アコースティックギターで曲作りを行っていましたが、キーボード奏者のイアン・スタンリーと出会うことでシーケンサーやシンセサイザーを核にしたサウンドとなっていきます。バンド名の恐怖と涙というのが示すように、心の奥深くに入っていくような歌詞とエモーショナルなメロディー、エレクトロニクスを多用しているにもかかわらず、サウンドは温かみすら感じさせます。彼らが登場した頃にはシンセポップやエレクトロポップだからといって SF 的未来的イメージを打ち出すのはすでに時代遅れになっていたのかもしれません。このアルバムは全英チャートで1位を獲得するヒット。続くセカンドアルバムシャウトは世界的に大ヒットし、高い評価を得ました。次はニューオーダー、パワーコラプション&ライズ、放題権力の美学。イギリス・マンチェスターで結成されたポストパンクバンドジョイ・デビジョンのボーカルイアン・カーティスが自ら命を絶った後残された3人により、ニューオーダーは1980年結成されました。ジョイ・デビジョンの末期からシンセサイザーは導入していましたが、基本的には陰鬱な感じのギターサウンドで、ニューオーダーのファーストアルバムをそれを受け継いでいました。1982年にはキーボード奏者としてジリアン・ギルバートが加入。この間に彼らはニューヨークのクラブシーンでのエレクトロに影響を受け、1983年のこのセカンドアルバムではリズムマシンやシンセサイザーを多用したサウンドになりました。また直前にリリースされたブルーマンデーはイアン・カーティスの死を歌いつつ、
サウンドは完全に打ち込みメインでクラブ対応のダンサブルなサウンドになっています。ブルーマンデーの12日シングルは大ヒットし、彼らの代表曲となりました。彼らのクラブミュージックとポストパンクを融合したサウンドは80年代末のマッドチェスターのムーブメントへつながっていきます。ちなみにブルーマンデーはオリジナルのアナログ版パワーコラプション&ライズには収録されていませんでしたが、後の CD には収録されました。はい、1981年から1983年のエレクトロポップ、シンセポップのアルバムから必聴版と思えるものを紹介しました。自分は YMO から音楽にハマっていったこともあって、こういったシンセサイザーを多用したサウンドが好きで追っていたんですけど、それが1990年以降はもっとストレートなロックなどのバンドサウンドにハマっていって、シンセ系の音はなんならダサいと思ってた時期もあったんですね。それが改めて聞き直してみると、この頃のこういったサウンドに懐かしさも感じるんですけど、それ以上に謎の中毒性みたいなものを感じてて、最近はソフトセルとかヤズーとかを繰り返し聴いています。個人的にはシンセポップ、エレポップは1983年頃までの作品に好きなものが多いです。それは何でかなと考えると、デジタルシンセが普及する前であることが関係しているかもと思いました。1983年にヤマハから DX7 という安価なデジタルシンセサイザーが発売されると、瞬く間に世界中で普及し、ポピュラーミュージックのさまざまな場面で使用されました。自分はデジタルシンセ登場前のアナログシンセが多く使われていた時代の音に惹かれているみたいです。はい、2回にわたって1978年から1983年のシンセポップ、エレクトロポップ、日本でいうところのテクノポップの必聴版合計20枚を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。